くできてる。これはね、もう革命ですよ。ボロンボロンです。こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は2025年上半期IKEA で買ってよかったものトップ18を紹介します。この上半期は85品購入しており、実際に使っていく中でこれはいいぞと思った珠玉の18品となっていますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずは買ってよかったもの18位から紹介していきます。こちらはリピ買い品となってます。やっぱりいいものなので何回も買ってしまうんですね。これはバリエラといって、このように鍋蓋とかフライパンとかを収納するための道具です。組み立てるとこんな感じになってまして、自由にこう伸ばしたり縮めたりすることができます。ちゃんとその位置でいい感じに止まります。私は水切りラック代わりみたいに使ってて、基本食洗機ですけど、こういう水筒なんかを乾かすのに使ってます。使っていくうちに汚れたりしてきますので、バリエラが安くなってるとか、なんかこう値引きされてるタイミングでリピ買いするようにしています。IKEA は月間特価品っていうのが毎月ありまして、そういったのですとか、あと店舗限定の特価みたいな感じで100円200円ぐらい値引きされたりすることがよくあります。でこのバリエラは本を立てるのにも使えますし、こんな風に壁に引っ掛けましてトイレットペーパーの収納にも使えます。残数も分かりやすいし、パッと取れるので機能的な収納です。続きまして第17位はこちらの照明です。無機質でシンプルなデザインが気に入っています。電球を3つ使用するので、使用する電球によってはかなり明るくすることも可能です。私は440ルーメンのを使いました。光が上下に漏れます。壁に近づけておいてもとても反射が綺麗です。私はソファーの読書灯として使っています。シンプルな照明を探している方にとてもおすすめです。買ってよかったもの16位はこちらです。フライパンです。もともと使ってたフライパンがテフロン加工ですごく古いものだったので買い替えてみました。このフライパンはすごく可愛くて、見た目がセラミックコーティングはまだ購入したのが5月なので、まだ使って2ヶ月ってところなので、今のところはもちろんツルンツルンです。今後も使っていかないと分かんないかなと思います。このホワイトのシリーズはサイズ違いがいろいろバリエーション出てますので、揃えることも可能です。でフォロワーさんでこの持ち手の部分がひび入ったっていう方がいらっしゃいました。他にもそういう方いらっしゃいましたら、なんか買ってすぐそういう風にひび割れとかだったら不良品かもしれないので、 IKEA に聞いてみるのもありかなと思います。引き続き使用していきたいと思います。次は15位かな。こちら掛け布団です。これはですね、まるっと洗濯乾燥かけられちゃうところが気に入っています。カバーをかけずにこのままもう丸洗いできるんです。それがめちゃくちゃ便利なのと、この外側の生地がリオセル 100% となってまして、綿よりも吸湿性放湿性に優れた素材となっています。リオセルはちょっとお高めなのがデメリットなんですけど、 IKEA ならこの価格で買うことができます。丸洗いできるのが気に入っているポイントですね。第14位はこちらです。ベージュのバッグです。大きさ違いで2種類出ています。1個はね大きいサイズになってます。 IKEA のブルーバッグの素材でベージュが出てるんですよ。可愛いですよね。IKEA よく行かれる方は、いやいや前からありましたよって思われるかもしれないんですけども、なんとこちらチャックがつきました。チャックがついたことによって、大きい方だと旅行の時の荷物なんかが増えた時にも便利ですし、この小さい方はお弁当を入れたりですとか、私はお弁当を入れたりですとかに使ってます。水筒も一緒に入るぐらいの大きさです。これ自体がめちゃくちゃ軽いし、あと濡れたり汚れてもあんま気にならないのでガンガン使ってます。第13位はこちらじゃん。このキャビネットの上にある照明です。トラバーチン製の土台とファブリックのシェードがとても素材感が良くて気に入っています。こちらはストックホルムコレクションといいまして、 IKEA のフラッグシップ的な位置づけのコレクションになってまして、この4月にですね8年ぶりに90製品ほど追加されました。そのうちの一つがこちらのテーブルランプです。とても素材感が良くって、でも価格はIKEA価格っていうのがすごいところだなと思います。
在庫数がかなり少なくなってますので、店舗行かれる前に必ずオンラインで在庫チェックしてみてください。こちら電球を3つ使用します。別売りとなっているので買い忘れないようにしてください。続きましてはこちらです。こちらは延長コードなんです。最初はなんか色も不思議な色やし、でかいなって正直思ったんですけど、使ってみるとめっちゃ便利でした。まず色はやっぱね、これ多分白やとすごい事務用品感が出たと思うんですよね。でこの色が不思議とインテリアにマッチします。であとこの大きさはですね、めちゃくちゃ安定感があるんですよ。でこの形状が部屋の隅にも合わせやすくなってます。よくできてる。そしてこの後ろはですね、こんな風になってまして、壁に引っ掛けることもできるんです。でこれすごい人気になりまして、かなり品薄になってたんですけど、今また在庫戻ってました。また嬉しいのが PD 対応です。充電が早くできます。こんな延長コードを見えるところにバンって置けちゃうなんて画期的ですよね。この色味とデザインのおかげで浮かないのがすごいなと思います。第11位はバスケットです。こちらキッチン用品で食品も OK なものとなっています。フルーツを入れたり使ってるんですけど、お菓子を入れたり、あとね水筒を入れたりもしています。水筒立てたりしてます。結構頑丈でして、そこがベコベコしたりしません。でこれのすごくいいところは、この IKEA のガラス容器があるんですけど、それの蓋と互換性があります。よくできてるなと思うんですよね。でこのガラス容器ね、結構お持ちの方多いかなと思うんですけども、同じシリーズで出ています。でこうやってね蓋をしますと積み重ねることができるんですよ。で特にお菓子なんか中身がこううっすら見えることによって在庫の把握もしやすいですし、でも見た目すごく可愛くなるので、おすすめのアイテムです。ちょっとね蓋が閉まりきってないんで傾いてますねこれ。で私はホワイトを買いましたけども、ベージュとあと夏っぽいイエローグリーンっていう色違いの2個セットみたいなのも売っています。こう取っ手とかねあえてなくてシンプルなデザインなのも本当いいなと思います。ここからはトップ10になります。超個人的なあれですけど、はい、こちらダイニングテーブルの上に飾ってますキャンドルホルダーです。一番最近の購入品でもありますが、3ヶ月待ちでようやく買えたっていう喜びもあり、3ヶ月経ってもやっぱり欲しいって、やっぱねこれは本物ですよ。とにかく見た目が美しいのでおすすめです。この重厚感がとてもいいんですよ。窓際に置いてキラキラ光るのもとても綺麗だなと思っています。キャンドルホルダーですけども、リップとか小物入れに使ってもとても可愛いです。シンプルな透明のガラスなので、インテリアのテイストを問わず合わせやすいのもいいですね。上半期買ってよかったもの第9位はクッションカバーです。こちらは白カバーモチーフみたいなんですけども、生地がですねとてもしっかりしていまして、高見えする素材だと思います。で洗濯してもなんか全然アイロンとか私かけてないんですけど、あんまシワとかも気にならないです。お手入れしやすいのはいいですね。でファスナーも隠しファスナーになっていますし、細部までいい商品だなと思っています。結構うちは黒色差し色的な感じで使ってまして、部屋のアクセントになるなというふうに思ってます。中身はIKEA のダックフェザーのインナークッションを使っています。次はキッチン収納アイテムです。この黒いボードとこのスティックのセットで、こういうフライパンとかお鍋を整理するのに使うものなんですが、結構いいですね。気に入りました。今まではニトリのフライパンスタンドを使ってて、こう縦向きにね並べて収納してたんですけども、
これのいいところは自在に好きな場所にスティックをさせますので、こうお鍋とかボウルとかをこう横向きに収納することができて、こうフライパンとは90度回転した方向に収納することができて、あと自分の使いたいものを手前にいろいろ収納するっていうのをカスタマイズできるところがすごく使いやすいなと思っています。この下の敷いてる板は3分割になってますので、たまたまうちのパナソニックのラクシーナのキッチンの引き出しにはぴったりはまったんですけど、そうじゃなくてもこの板の一部分を使うとかいうこともできます。最初はこの棒が、使ってこう耐久性がどうなのかなっていうのを少し心配してたんですけども、今もうすぐ半年経ちますけども、そんな折れるっていう感じでは全然ないです。ちょっとまだ半年なので分かんないですけどね。続きましてはこちらです。はい、こちら何でしょうか。これはね、もう革命ですよ。超便利アイテム、皆さんにぜひ買ってもらいたいんですけど、充電式乾電池を充電するものなんです。で、半分のこちら側には収納スペースもついています。充電式乾電池お使いの方にとてもおすすめです。充電式乾電池を使いたい時に充電できてないってことがあると困るじゃないですか。で、この製品ちゃんとしてまして、充電池が充電し終わったら自然放電を補うために絶えず微小電流を流して充電を補うモードに変わります。で、単3でも単4でも充電できるシステムになってます。素晴らしい。今単3電池が1本しかないですね。ご活躍ということがよくわかります。こちらは IKEA で買った充電式乾電池です。メイドインジャパンで安価なのでおすすめです。で、こちらの商品はもちろんずっと電源をつないでおく必要があるんですけども、私はこちらに収納しています。ミッケというこちらも IKEA の勉強机になるんですけども、これを大人の私が使ってまして、このミッケのデスクはですね、この部分、この引き出しじゃないな、この収納棚部分の背面に板がないんですよ。なのでこういう配線を通しやすいんですね。なのでここに置いています。ちょっとね、熱くなるのであんまりこう過密な状況にはならない方がいいかなと思います。周りにゆとりがあった方がいいかなと思います。で、このデスクなんですけど、今説明したように裏が配線通しやすくなってますので、私は結構このパソコン関係、このハードディスクですとか、こちら Apple TV がつないであるんですけど、このようなパソコンの本体みたいなものも置きやすいです。ちょっとね、奥行きは狭めでコンパクトではあるんですけども、パソコンデスクとしても使いやすいです。はい、続きましてはこちら、かわいい花瓶です。やっぱね、これはもう花瓶、そう言ってしまえばそこまでなんですけども、可愛いんですよね。ほんとこのデザインが可愛くて、めちゃくちゃ人気だったみたいですね。ずっと在庫切れになってました。で、今私はバジルを水耕栽培で育てています。裏はこんな風に表情が違うデザインになっています。これも可愛いんですよ。で、この花瓶ちょっと細めなんですけど、ペットボトルがですね、こんな風に入れられまして、これはファミリーマートで買ったお水のペットボトル、ちょっと細めのねペットボトルです。もうバジル育ちまくりまして消費が追いつかないんですよね。でもすごい可愛い、見た目が可愛いですし癒されます。はい、次は唯一の大物、パーソナルチェアです。もうとにかくデザインがめっちゃ可愛い、デザインが気に入ってます。もうこの足のこの木の質感もすごく可愛いですし、このソファーの布もブークレ素材っていうんですかね、ちょっと質感のある生地でとても可愛いです。座面がかなり大きめですのでゆったり座ることができます。これ椅子の部分は中が空洞なのですごい座り心地がいいかって言われると普通かな。見た目の可愛い椅子って感じです。
個人的第4位はこちらです。せいろです。これは IKEA で買う必要はないかもしれないんですけど、私が初せいろだったので感動したっていうあれですね。もう毎日リアルに使ってて結構着てますよね。購入してもうすぐ4ヶ月かな。ほらもう結構ね、もうこの辺も取れてるしボロンボロンです。どなたかがね、結構半年ぐらいが結構の消耗品ですっていう風に教えてもらったんで、確かに半年でそろそろ買い替えたいかなってなりそう。で IKEA のは結構大きめなので、結構サイズ感私は気に入ってますけども、次は他社のも使ってみたいかなと思います。比較としてIKEA じゃなくてもいいんですけど、せいろはおすすめだなと思います。ハマりました。個人的買ってよかった第3位はこちらです。照明です。テーブルライトです。上下に優しく光りまして、デザインもすごく素敵です。それでいてこの価格おかしいですよ。2025ベストバイじゃないかなと思います。まだあと半年ありますけども、そのぐらいの素晴らしい商品だと思います。スマートリモコンでリモコン化するのもおすすめです。個人的買ってよかった第2位はこちらの花瓶です。多分今年一番バズった花瓶はこれかなと思ってて、デザインが素晴らしいですし、底面の凹凸によって枝が飾りやすいという天才的な機能を持っています。口の広い花瓶って結構バランス取るの難しいじゃないですか。でさらに口が広いので洗いやすいっていうメリットもあります。で今グレーはもう販売終了してしまったんですけども、ブラウングリーン、グリーンブラウンどっちやったかなが今も発売していますので購入可能です。こちらもとっても素敵な色です。こちら最新の商品なんですけども、このようなマットなテクスチャの花瓶でそこに凹凸がついたタイプも発売されました。かわいいです。この色がもう最高。個人的な買ってよかったもの1位こちらです。もうこれは上半期っていうか2025年のベストじゃないかな。こちらはストックホルムコレクションのプレートなんですけども、こちらメイドインポルトガルのとても質感が美しい薄いデザインとなっています。でこちらはですね、このサイズは今ちょっと品切れっていうか、これからまた入ってくるのがちょっとわからないような状況です。でも大きいサイズ、これの一回り大きいサイズは今も購入することができます。ちょっと軽いと思います、他の IKEA のお皿よりも。以上長くなりましたけれども、何か参考になったら嬉しいです。一応今も購入できるものを中心に選びました。ただやっぱり新商品ってすぐ売り切れます。あと結構限定でもいいものたくさんあるので、新商品情報はぜひまた YouTube チェックしていただきたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。またすぐ次の動画でお会いしましょう。